工作機械を買いました。はい、こちら Amazon で54,999円で購入したアンニョイツールズというメーカーの CNC フライス版となります。あらかた予想はついているんですが、果たしてこの価格帯の CNC フライスが使えるのか使えないのかっていうのをレビューしていきたいと思います。はい、では内容物確認していきます。梱包は割としっかりしている感じ。ちょっと取り出しにくいな。結構厚めのクッションが入ってますね。これが取れねえわまず上からか。まず上を取りましょうか。なんだろうな、これメインのコンピューターで、これがスピンドルだ。はい、ちっちゃいかわいいスピンドルがついてます。これ 500W ですね。でこれがオフラインコントローラーで、PC につながなくても一応軸の移動とかはできるっていうやつかな。これがケーブル類で、これがですね電源。これが本体か。結構もう組み立ってますね。そんなに大変じゃないかも。よいしょ。これが Z 軸のフレーム、もうほとんど組み上がってますね。でこれが、XY のフレームかな。これもほぼ組み立ててあるな。めっちゃ楽やん。どこまでがひっついてるのかこれか。これが、マニュアル。これマニュアルです。よいしょ。これが、XY テーブル。これが主軸ですね。ER11 の、主軸。後で、じっくり見てもらいたいと思いますけど、あとはコレットがついてたりとか、刃物、カバーがついた刃物が。そんなもんかな。そんなもんじゃない？めっちゃシンプルやん。これは組み立て楽そう。すべてのパーツをテーブルに並べてみました。こんな感じです。なんていうのかな。パッと見た目の印象としては全然悪くないですね。めちゃくちゃクオリティが高いというわけではないですけど、6万円台なら全然ありというか、むしろすごい頑張ってる方なんじゃないかなと思います。ところどころね、謎のこのねアルミフレームのとこから切り子が出てきたりとかしましたけど、それくらいは許容範囲かなと思います。であとマニュアルに関しては全て英語になりますので、組み立てはちょっと英語頑張らないといけない。ただですね、そんなに複雑じゃないはずなんで、最近はね翻訳機能のねアプリとかもいっぱいあるんで、問題なく組み立てれるんじゃないかと思います。であとはそうですね、細かいパーツもいろいろついてたりするんですけど、特にねこの非常停止ボタンついてるのは非常にいいと思います。危険伴う機械ですので、やばいって時にパッと止めて、自分の体と機械を守れるっていうのは非常にいいかなと思います。この辺とかもね大きいアルミのパーツだと思うんですけど、アルマイドをねしっかりされてて、非常にねいいと思います。で買う時にねいろいろ悩みました。謎のメーカーとかね、ちょっと聞いたことあるメーカーとかあったんですけど、パッと見の、直感で、良さげなやつを選んでみました。早速ね、組み立てていきたいと思います。開始早々ね、こんな謎のジグを使ってアルミフレームの中にもうすでに入ってるティースロナットを位置決めしてくださいという指示がありました。面白い。ゴム足。リミットスイッチ。ここに機械の端が接触すると自動で止まるようになっているはず。非常停止ボタン、金属製です。スピンドルの組み立て、こちらは ER11 ですね。僕の小指ぐらいのコレットを使う、もう本当赤ちゃんみたいな主軸です。こちらはスピンドル。ここに入れ
て、ネジ止め、芋ネジで止めるだけですね。はい。コントロールボード、電源ユニット、はい、というわけで CNC フライス完成しました。いかがでしょうか。結構ね、かっこいい感じじゃないですかね。ざっと、どうだろう、2時間かかってないぐらい、1時間から2時間の間で、組み立てできるくらいのレベルだと思います。で、非常にスムーズに組み立てられたんですが、何点か、ちょっとダメなところがあったんで、それ共有しておきます。まずこのユーザーマニュアル、組み立てに関しては非常に親切なんですが、配線図もあってね、しっかりしてるんですが、その配線のまとめ方みたいなのが、一切載ってなくてですね、Amazon の方に動画が載ってて、それを見ながらやったら結構まとめることができました。で、あと致命的、致命的ではないんですけど、こちらですね、使うか使わないか分かんないこのクランプなんですけど、このクランプね、ここに、穴があるじゃないですか、この穴。これ本当はね、ネジ穴じゃないとダメなんですけど、ネジがですね、途中までしか、切られてなくて、ボルトが、通らないと。はい。それくらいですよ。そんぐらいは許容範囲ですね。あと強いて言ったら、このオフラインコントローラーが、動かないっていう、動かないですね、線が短い。で、こいつはですね、ここにつまみ XYZ のつまみが3箇所ありまして、それでね汎用的に近づけたりねすることはできるんですけど、その他にこのオフラインコントローラーっていう、よくマシニングとかであるこのコントローラーね、あれの代わりだと思うんですけど、あれがついてる。でそれが線がちょっと短い。で基本的には PC に接続して、動かすんで、原点を取るときとかに使うレベルだと思います。こっち使っちゃうと、ね、座標ずれちゃうと思うんで、あんまり使わないかなと。ちょっと大雑把に動かしたいときとかに使うかなっていうぐらいですね。で、各軸にリミットスイッチ全てついてますんで、もし何かあった時も止まってくれるという仕様になってるんで、結構良さそう。こっち。はい、今のところ、煙等は出ていません。電源というかね、LED がついてますね、コントロールボードの。一応非常停止で止まるかどうか、電源落ちるかどうか。ここもオフラインモニターもなんか光ってますね。液晶がついてます。コントロールファイル S セット。なんだろう。ちなみにこのマニュアルに、使い方は載ってません。はい。頑張って自分で、使い方をマスターしないといけないです。ネットにね、落ちてるかもしれないですけど、基本的に、このマニュアルには何も載ってません。ちょっと非常停止を押しますね。あれ非常停止が動作しません。配線は間違ってはないと思うんですが、これまずいので一回止めます。非常停止ちゃんと動作しました。この機械の非常停止は押した時に電源が落ちるタイプではなくて、押した時に各軸の動きをストップさせることができます。実際にやってみると、スピンドルを回転させた時に、回転のブレーキが遅いんでピタッと止めることはできないんですけど、一応止めることができる。ただ問題はこの状態でも回転できる。今押したままなのに、解除してないのに、動いちゃってる。だからもうここの時点で押しちゃうと、止まらない。一回解除して押す。これちょっと謎仕様というか、あんまり、安全ではないですね。で、スピンドルだけじゃなくて各軸の移動も止めることができます。今、ピッチを10ミリに設定して、X 軸動かしますけど、このぐらい動かしますね。で、非常停止を押すと、こんな感じでピピッと止めることができます。なんで、加工中にやばいって思った時に、止めることは全然できるんですが、ちゃんとここね、解除しておかないと、やばいって時には止まってくれない。で、これで XYZ が動くのかどうか。ちょっと止めて一回ポチッと押しただけはね、ずっと動き続けないけど。何これ要はユニットスイッチで止まるよね。止まってよ。止まらないと。止まった。
はい、今 Z 上まで上がったんですけど、リミットスイッチちゃんと効いてますね。なんで勝手に動くねんけど、なにあれか、ホームポジションに行ってるのか。これ何をしたんあれ怖いねんけど。何やねん。どういうこと？コントロール、あ、今のね、ホームポジションっぽいですね。あー、なるほどね。で、これで、あ、はい、今、コントローラー、見えないか。コントローラーね、X、左、マイナスってやると、押しっぱでは動いてくれないっぽい。一回押すと、10ミリぐらい動くのかな。なるほどね。で、Y プラス、あ、逆だった。あ、おい、衝突したんやんけ。これリミットスイッチ効いてる？プラスマイナスがね、ちょっと、僕が使ってた機械と逆だな。X マイナスで奥に行くタイプ。リミットスイッチ当たったんで、多分これね、リセットしないとダメじゃないかな。Y マイナスね。はい、OK。Y マイナスで奥に行く。Z 怖いな。Z こっちですね。でもこの XY こっちで Z がね、こっち側に分かれてるのはいいな。Z マイナス。どういうこと？結構いったな、今。でも10ミリとかか。なるほど。ただ、あれですね、こんな感じで、押した時間だけ動くとかじゃないから、減点設定には使えないな。じゃあ、あくまでも、こっちで近づけたりしないといけないのかな。それ微妙っすね。何これ。違うわ。ごめんなさい。コントローラー側でステップ刻めます。今のが10ミリピッチで、コンマ1ピッチ、1ミリピッチ、5ミリピッチってありました。ごめんなさい。だからコンマ1ピッチでやると、ほら、0.1 ずつ Z が。で、XI も同じように 0.1 ずつ。これで減点取れるわ。なるほどね。じゃあスピンドル回しましょうか。怖いな。何回転で回るんですかね、これ。なんか音やばくない？なんか音悪くない？不安しかないんやけど。こういう感じですよね。鳴らし音点が必要かな。なるほど。これ回転数いくらだったっけ。12000固定かな。これ多分電圧変えれないから12000固定っぽいですね。だいぶ音良くなりましたね。これならいいかな。一応スピンドルホルダーとかは振動してないですね。良さそう。非常に良さそうな。いや、ただこの一番大事なこのね、テーブルがね、チャッチいんだよな。ここね、やっぱこういう感じですよね。アルミの押し出しのこれがね、薄いんだよな。どうだろう。やっぱ機械って重さなんでね。どうだろうな。削れるかな。ちょっとキャムで
Fusion 360で破ってみましょうか。あれから PC の方にソフトを入れて、無事に CNC と PC を接続することができました。接続方法は付属の USB Type-C ケーブルですね。はい。で、これでしばらく運用してみて問題ないようであれば、こちらのオフラインコントローラーはもう必要ないかなと思います。はい。というのもですね、もうね、このフリーの無料のね、Candle っていうソフトが結構優秀なんですよね。はい。もうね、こちらで全部できます。はい。左とか、スピンドルの回転。停止、はい、全部できちゃうし、結局、Fusion 360で作った NC データをこの Candle に読み込ませてこいつで動かすことになるんで、どっちにしてもこの方がシミュレーションも全部完結するし全部見れるんで、この方が、綺麗かなと思います。で、エアカットも済ませたんで実際に削っていくんですけど、今つけてる工具は、こいつに付属してたものではなくて、僕が昔買った、怪しい変な工具となっております。で、ワークのクランプ方法なんですけど、このね、付属のクランプがね、僕嫌いなんですよ。用途はね、あるんで使うんですけど、何がダメって、これをね、こうつけるじゃないですか。こいつに干渉するんですよ、このクランプに。なんで、このクランプに干渉しないようにするために、工具の突き出しをね、長くしないといけないんですよ。それってもう最悪なんですね。もうただでさえこんなね、赤ちゃんみたいなスピンドルなのにね、こんなね、こう突き出し長くして細いやつでやるともうビビったりしてもう振動して全然まともに削れないんですよ。なんでもう極力工具は短くしたいので、今回は両面テープで、こう固定してます。両面テープも、重接触すると動いちゃったりしてダメなんですけど、ちょっと削るぐらいなら問題ないので、今回はこちらでやってみます。はい、では原点も取り終えたので、こちらのなんとか重工という文字を、アルミに彫っていこうと思います。怖い。いきます。鮮度。怖い。はい、ご覧いただいている通り普通に削れてしまっています。ちょっと予想外ですね。もうちょっとなんかあるかなと思ったんですけど、なんもないです普通に削れてます。で、このね、キャンドルっていうソフトも今どこ削ってるとかね、リアルタイムでわかるんで非常にわかりやすいですね。ちょっと気になるところといえば、今もうほぼ力かかってない弱い加工なんですけど、ここのね、テーブル、やっぱ一番怪しいなと思ったこのテーブルが若干振動してるんですよ、もうすでに。だからここをちょっと、鉄の、フレームというか鉄のテーブルに変えてあげるだけでもなんか改善できそうな気はしますね。アルミに対して超合加工ぐらいであれば問題なくできるっていうのは分かったんですけど、正直ね、これだけだと微妙なので、次は形状加工をやってみたいと思います。で、さっきまで使ってた工具がこんな感じの刻印専用の工具になるんですが、次はこんな感じの超高のフラットエンドミルを用意してみました。で、これわざと短く切ってます。さっき使ってた超高、刻印工具だとこんぐらいの、もともとこんぐらいの長さなんですけど、めちゃくちゃ長かったんですね、このエンドミル。なんでこれ切りました。で、なんで切ったかっていうと、この工具 ER11 のこのホルダーの中に入らないですね、つっかえて。なんで切らないとめちゃくちゃ突き出し長くなっちゃうんですよ。で、それはそれでまた条件悪くなってしまうんで、こちらも切断して短く保持できるようにしています。で、合わせてですね、コレットも用意する必要がありまして、付属しているのは 3.175 のインチサイズの、コレットになるんですが、正直ね、日本で使うのだとあんまり使い勝手が良くないので、
4パイの ER11 の4パイのコレットを別途用意しています。はい、こちらにこの4パイ先端軸が4パイで先端工具系が2パイのフラットエンドミルを使ってちょっとね形状加工できるのかやってみようかなと思います。まさかなんですが普通に削れてしまっています。Z 方向の切り込みは 0.1 ミリで XY の送りが F500 という、かなり優しい条件ではあるんですが、普通に削れていることに驚いています。すごいぞ。でこれ仕上げですね。溝掘りしてから、コンマ1残ったところを仕上げてそのまた下がっていくというマスにしていますので、上の方から、だんだんと仕上がっていくような、マスとなっております。はい、こんな感じで順調に加工が進んでまして、もう、ラストワンパスで完成かなと思います。めちゃくちゃいい感じです。これはねマジで使えると思います。普通にすごいです。めちゃくちゃ時間かかってますけどね。これ50分ぐらいかかってますけど、一応削れてはいるんで、もうちょっとね条件とか調整すればもっと早く、なったりすると思いますので、いやこれすごいぞマジで。これで終わりかな。どういうタイミングで終わるんですか。終わった。はい、こんな感じで、加工時間48分。本当はね37分だったんですけど、ちょっとオーバーライド落としたんで、48分ほどかかってしまいましたと。でもちょっとすごいぞこれ。すごいな。ちょっとバリ取って仕上げてきます。すいません、存在を完全に忘れてまして、さっき加工してる時に気づいたんですけど、実はこいつね Z 軸のタッチプローブ使えるんですよ。これどういうことかというと、 Z 軸、こういう CNC フライスって Z 軸の原点取るのが結構厄介で、シムでねこうやったりとか、目線でざっとやったりとかするんですけど、失敗するとワークにね工具がちょっとぶつかって、工具が破損したりワークに傷がいったりするんですけど、これ Z 軸の原点自動で取ってきます。はい、これね分かりますかね。今変なワニ口クリップが工具についてると思うんですけど、こことこの謎の板、ここがね接触することによって通電して、その位置が Z0 という風にこの PC に自動で入ります。はい、やってみます。もうコントロールパネルにですねボタンがあるんで、これ押すだけです。はい、押したら Z 軸が下がってきますんで、そこのところにこの板を置いてあげてピッと、はい、接触したら対比すると。でその接触したポイントが0になるんですけど、この板の上だと意味がないじゃないですか。この板圧分ちょっとオフセットしないといけないんで。ただそれもこのソフトで設定してあげることによって、この板の厚み分を加味して、Z 下げたところを0にしてくれます。つまりこのワークの上面が今0になったわけです。これねめちゃくちゃいいです。はい、こんな感じで完成しました。なんとか重工の N の、カラビナです。カラビナとしてはね非常に使いにくいと思いますが、一応ね動作はします。で、基本的には、バリ取りをして、穴開けをして組み立てただけなので、側面とかね一切磨いておりません。仕上がり具合を確認してください。はい、めちゃくちゃビビってます。全然綺麗ではないですね。でこれ荒取りでビビってて仕上げで残ったとかそんなんじゃなくて、もう仕上げでもねビビったと思います。もうあんだけ突き焼きしを短くしてもう限界だと思いますね。はい、機械合成の限界。ただアルミをねこんだけ削れたらもう十分だと思います。あと、感じるのが寸法ですね。はい、こちら仕上がりが、30.00 のところ 29.92、若干ちっちゃいと。で反対側もそうですね。で横方向は25が仕上がりに対して 24.71 で、これコンマ3マイナスは結構でかいですね。はい、なんでステッピングモーターの分解能とか、いろいろね
含めて精度は出せないと。でマニュアルでは確かプラマイ 0.1 程度ってなってたんで、まあそれよりは出てないからまあ精度を出すのは難しいんじゃないかと。はい、いかがだったでしょうか。今回はやってそうでやってなかった Amazon の激安 CNC フライスをレビューしてみました。6万円以下という価格でどこまでやれるかっていう感じだったんですけど、意外や意外結構できましたね。で、まあ残念なところもいくつかあったんで、それをね最後にお伝えしておこうと思います。まずこちら、テーブルですね。この押し出し材ね、よく使われてるんですよ、安い CNC で。で、まあ、T スロットナットがね、入れやすくて、まあ、使い勝手いいのは分かるんですが、これなってるがゆえに、全体の合成がかなり落ちてる気がしてまして、ここをね、変えるだけでもかなり、合成のある機械になるんじゃないかなと思います。あとはですね、ここに穴開いてますよね、こことかこことか。で、これ何のために開いてるかというと、もう一回り大きいアルミフレームを使うはずだったと思うんですよ。で、これね、今ね、ちょっと正式名称わかんないんで適当に言いますけど、穴2つしか使ってないから、1x2 のアルミフレームが使われてるんですよ。ただ4つあるから、2x2 のアルミフレーム使えるんですよね。で、ここも 1x1 のアルミフレームなんですけど、1x2 のが使えるんで、ここを、まあ、コストダウンのね、兼ね合いもあると思いますけど、ここをね、ちょっと使えるやつの限界にやるだけで、かなり全体の合成が上がると思いました。やっぱり結局、合成って重さなんですよ。でこの機械11キロくらいで、まあ、そこそこ重たい方ではあるんですが、まだまだ軽いんですね。重ければ重いほど合成あると言えるので、まあ、なるだけ重くしてあげたいですね。で、機種によっては、ここがね、樹脂の CNC とか、ここが樹脂の、ここホルダーですよ。ここが樹脂とかもありえないと思うんですけど、ここが樹脂になってるとあるんで、まあ、ありえないって言ったけど、あれですよ。アルミを削るんだったらっていう話で、木工とか樹脂とかぐらいだったら全然いいと思いますけど、やっぱりアルミ削るんだったらやっぱこれぐらいのちゃんとした、ね、合成は欲しいかなと。でさらに言うと、もっと重たくしていきたいっていう感じですね。で、いいところとしてはやっぱりね、各軸のリミットスイッチ、これはかなり嬉しくて、何が嬉しいかというと、ホームポジションに、ね、戻れるんですよね、どんな時でも。なんで、なんか困ったことがあったらホームポジションに戻れるんで、そこの精度っていうのはかなりいいんじゃないかなと。あと、衝突というか、行き過ぎちゃった時にもちゃんと止まってくれるんで、安全的にはいいですね。あと、非常停止があるのもいいですし、あと、何気にこのタッチプローブが結構使いやすいんじゃないかと。工具がね、コーティングされてあると通電しない恐れがあるんですが、まあ、それもね、確認しながら使えばかなり使いやすいと思います。で、まあ、そうだな。価格帯だったら全然ありです。このだけアルミ削れたら、欲しい人は結構いるんじゃないかなと思いましたんで、気になった方は、見てみてください。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひ、グッドボタンとかチャンネルとか、あと Twitter、Instagram いろいろやってますので、そちらも見てみてください。ご視聴ありがとうございました。